2026年3月、オーストラリアのシドニーで、一つの逮捕が街全体を震撼させた。容疑者の名前が公表された瞬間、多くの親たちは言葉を失った。その人物は、誰もが知っている存在だったからだ。地元で20年以上の歴史を持つ体操教室の人気コーチだった。子供たちは彼を慕っていた。親たちは彼を信頼していた。地域のスポーツ大会では何度も表彰され、子供の才能を引き出す指導者として地元メディアにも取り上げられていた。しかしその裏で、9年間にわたる犯罪が静かに続いていた。警察の発表によれば、被害を受けた子供の数は36人。最年少はわずか7歳だった。最初の被害が始まったのは、2017年頃と見られている。それから2026年3月に逮捕されるまでの間、誰も彼を止めることができなかった。いや、正確には、こう言うべきかもしれない。止めようとしたサインは、確かに存在していた。捜査の過程で押収された資料の中には、保護者たちが提出した日記や、メッセージのやり取りが含まれていた。そこには5年以上前から記録された小さな違和感の積み重ねがあった。なぜ先生だけが子供と二人きりになるのか、なぜ練習後に子供の様子がおかしいのか、そうした疑問が文字として残されていた。それでも告発には至らなかった。信頼という壁が真実を覆い隠し続けた。この事件が問いかけるのは、一人の犯罪者の話だけではない。なぜ社会はこれほど長い間、子供たちを守れなかったのか。その構造的な問いが、今まさに法廷の内外で議論されている。では、被害を受けた子供たちは、日々どのような環境に置かれていたのか。次のパートでは、彼らの日常に目を向けていく。シドニーの朝は、どこか穏やかに始まる。住宅街に響く鳥の声、登校前の子供たちの笑い声、そして、体操着を抱えて玄関を飛び出す少女たちの姿。被害を受けた36人の子供たちの多くは、シドニー郊外の一般的な家庭に育っていた。両親は共働きで、子供の習い事に熱心な、ごく普通の家族だった。その日々の中心にあったのが、体操教室だった。週に2回、あるいは3回、子供たちはスポーツバッグを肩にかけ、慣れた足取りで教室へと向かった。コーチの名前を口にするとき、その声には信頼と親しみが滲んでいた。教室は、地域でも評判の高い施設だった。壁には全国大会での入賞記録が飾られ、保護者たちの間では、あそこに通わせれば安心、という声が広がっていた。コーチは礼儀正しく、子供たちの名前をすべて覚えていた。個別の指導に時間をかけ、苦手な技を一緒に練習する姿は、理想的な指導者そのものだった。保護者たちは、我が子をその場所に預けることを誇りに思っていた。しかし、子供たちの心の中では、何かが少しずつ変わり始めていた。ある少女は、練習後に帰宅すると、以前より口数が減ったと母親は後に証言している。別の子は、教室の話を聞かれると視線をそらすようになった。それでも大人たちは、成長の過程における一時的な変化だと思い込んでいた。子供が言葉を持てないとき、その沈黙はあまりにも静かすぎる。2026年3月、警察の捜査によって事件の全容が明らかになるまで、9年という時間が流れていた。その9年間、子供たちは毎週あの場所へ通い続けた。笑顔を作り、演技を磨き、コーチの言葉に従い続けた。誰かに助けを求める言葉を、ついに声に出せないまま、日常というものは、時として最も危険な隠れ蓑になる。当たり前に繰り返される朝の風景の裏側で、何が起きていたのか。次のパートでは、事件が表面化した、あの日の出来事へと迫っていく。2026年3月、シドニー。その朝は、ごく普通の火曜日だった。体操教室の更衣室を清掃していたスタッフが、壁際のロッカーの隙間に小さなノートを見つけた。拾い上げた瞬間、中身が目に入った。子供の筆跡で、びっしりと言葉が書き込まれていた。最初は日記だと思った。しかし読み進めるにつれ、手が震えた。コーチに言われた。誰にも話したら、もうここには来られなくなる。お母さんに言いたい。でも信じてもらえないかもしれない。また今日も、練習の後に残された。ページをめくるたびに、記録は続いていた。日付は、5年前にまで遡っていた。スタッフはすぐに施設の責任者へ報告した。責任者は最初、信じることができなかったという。
あのコーチが、という言葉が頭から離れなかった。コーチの名前は、地域の体操界では知らない者がいないほど有名だった。15年以上の指導歴を持ち、複数の大会で生徒を入賞させてきた実績があった。保護者からの信頼も厚く、教室の顔とも言える存在だった。その人物が、9年間にわたって36人の子供たちに性的虐待を繰り返していた。施設の責任者は同日中に警察へ通報した。捜査員が到着したのは、その日の午後だった。最初に事情聴取を受けたのは、ノートを発見したスタッフだった。彼女は後に取材にこう語っている。あのノートを開いた瞬間、世界が変わった気がした。何年もここで働いてきて、何も気づかなかった自分が恥ずかしかった。捜査が進む中で、保護者たちが次々と記録を提出し始めた。スマートフォンのメッセージ履歴、子供が漏らした一言を書き留めた手帳、そして何年も前に感じた、何かおかしい、という違和感の記録。それらは5年前、あるいはそれ以上前から存在していた。誰もが感じていた。しかし、誰も声に出せなかった。まさかあの先生が、という思い込みが、真実を覆い隠し続けた。被害者の数が明らかになるにつれ、捜査は急速に規模を拡大していった。次のパートでは、警察がいかにしてこの事件の全容へと迫っていったのか、その捜査の軌跡を追う。2026年3月、シドニー警察は一本の匿名通報を受けた。通報者の声は震えていたという。あの体操クラブのコーチが、子供たちに何かをしている。それだけだった。名前も、証拠も、詳細も語られなかった。しかし、担当刑事はその短い言葉の中に、見過ごせない何かを感じ取った。捜査チームが最初に向かったのは、シドニー郊外にある体操クラブの施設だった。表向きは、地域で長年愛されてきた子供向けのスポーツ教室だった。コーチの評判は高く、保護者たちからの信頼も厚かった。だが、施設の記録を確認し始めた段階で、捜査員たちは異変に気づいた。レッスン記録と実際の在室時間に、不自然なズレが存在していたのだ。特定の子供たちが、授業終了後も長時間コーチと二人きりになっている記録が、繰り返し残されていた。それは一度や二度ではなかった。何年にもわたって、同じパターンが続いていた。捜査チームは直ちに範囲を広げた。過去9年間にわたるクラブの在籍記録、出欠記録、そして防犯カメラの映像データを順次押収していった。同時に、元生徒やその保護者への聞き取りが始まった。最初は誰も口を開こうとしなかった。信じたくない、という感情が、言葉を封じ込めていた。しかし、ある保護者が一冊のノートを捜査員に差し出した瞬間、流れが変わった。そのノートには、5年以上前から書き続けられた記録があった。子供が帰宅した時の様子、表情の変化、ふとした言葉の断点。今日もコーチと2人だった。なんか嫌だって言ってたけど、気のせいかと思った。気のせいではなかった。捜査の焦点は急速に絞られていった。そして2026年3月17日、警察はコーチの自宅及び関連施設に対して一斉捜索を実施した。押収されたデータ端末から発見された記録は、捜査員たちの想定をはるかに上回るものだった。被害を受けた子供の数は、最終的に36名に上ることが確認された。最年少はわずか7歳だったという。コーチは任意同行を求められ、翌日には正式に被疑者として立件された。しかし、捜査が進むにつれて、新たな疑問が浮かび上がってきた。コーチはなぜ、これほど長期間にわたって発覚を免れることができたのか。その答えは、彼が周到に用意していたアリバイの構造の中に隠されていた。コーチが用意していたアリバイは、実に巧妙な構造をしていた。彼は長年にわたり、練習後の時間帯を記録したスケジュール帳を自ら作成していた。その手帳には、保護者との面談記録や、地域のスポーツ大会の審判業務、さらには他のコーチとの勉強会の予定まで、細かく書き込まれていた。一見すると、それは模範的な指導者の記録に見えた。しかし捜査員たちが一つ一つ照合を始めると、記録の中に不自然な空白が浮かび上がってきた。特定の曜日の特定の時間帯だけ、証人が存在しなかった。証言を求められた関係者たちは口を揃えた。その時間、彼がどこにいたか、誰も確認していなかった。と、コーチは信頼を武器にしていた。彼が長年築いてきた、
献身的な指導者というイメージそのものが疑惑から身を守る盾として機能していたのだ。保護者たちはまさかこの人がとためらいを感じていた。そのためらいが発覚を何年も遅らせた。2026年3月、警察は公式捜査の結論を発表した。コーチによる性的虐待の行為は少なくとも2017年から継続していたことが確認された。被害児童の数は最終的に36名。最年少はわずか7歳だった。捜査の過程で明らかになったのは、コーチが被害を隠蔽するために、子供たちに対して口止めを繰り返していたという事実だった。先生だけが知っている秘密だよ、という言葉が、複数の被害者の証言に共通して登場した。子供たちは、その言葉の意味を正しく理解できる年齢ではなかった。信頼していた大人の言葉だから、従うしかなかった。警察の発表を受けて、体操教室の元保護者たちは沈黙した。怒りなのか、後悔なのか、それとも自分への問いかけなのか、誰もすぐには言葉を出せなかった。しかし、発表された後になって、あるものが改めて注目されることになった。保護者たちが5年以上前から書き留めていた日記と、子供たちが漏らしていた一言の記録だった。そこには、すでに、が走っていた。ある母親の日記には、こう書かれていた。今日、娘がコーチの話をしなくなった。以前は帰るたびに話してくれたのに、それは2021年の春のことだった。些細な変化だった。しかし今になって振り返れば、それは確かな亀裂だった。警察の発表後、複数の元保護者たちが自宅に残していた日記やメッセージの記録を見返した。そこには、何年もの間、誰もが気のせいかもしれない、と思って流してしまった言葉が、静かに積み重なっていた。ある子供は、こう漏らしていた。コーチって、いつも2人だけになりたがるよね。その一言を聞いた母親は、その時笑って流した。子供の言い間違いか、冗談だと思ったのだ。しかし日記には、そのすぐ後にこう続いていた。なんとなく気になった。でも、あの先生に限って、この一文が、何人もの保護者の記録に、同じように繰り返されていた。信頼とは、時に目を曇らせる。コーチは地域でも名の知れた指導者だった。大会で結果を出し、保護者から感謝され、子供たちには、厳しいけれど本物の先生、として慕われていた。その評判が、疑いを打ち消し続けた。2022年、一人の保護者が体操教室の運営側に相談を持ちかけたという記録が残っている。内容は、子供の様子がおかしい、という漠然としたものだったが、運営側の対応はわずか一言だったとされている。コーチを信頼してください。相談はそこで終わった。そしてその保護者も、それ以上踏み込むことができなかった。なぜ踏み込めなかったのか、私が間違っているのかもしれない、という恐れがあったのだと語っている。子供が嘘をついているかもしれない。自分が大げさなのかもしれない。そう思うたびに、声は喉の奥へと引っ込んでいった。しかし今、その日記を読み返した保護者たちは言う。書いてあった。ずっと、書いてあったんです。亀裂は、ずっとそこにあった。見えていたのに、見えないふりをしていたわけではない。ただ、それを、亀裂だ、と判断できる言葉を、誰も持っていなかった。そして2026年3月、警察の捜査によって全てが表に出たとき、保護者たちはもう一つの事実を知ることになる。このコーチの周囲には、もう一人、沈黙を守り続けた人物がいた。2026年3月、捜査が本格化した時、警察はあるパターンに気づいた。コーチ一人で、これだけの期間、これだけの人数を、それが、最初の疑問だった。9年間、36人、誰にも知られずに、それは、一人の人間だけで成立する話なのか。捜査官たちは、記録を遡った。学院の出入り記録、送迎の履歴、練習部の写真、保護者への連絡文、そのすべてを、一枚一枚、照合していった。そして、一つの名前が浮かんだ。コーチではない、指導者でもない、学院の補助スタッフ、として登録されていた、40代の男性だった。IMG、薄暗いオフィスの中で、書類を広げる捜査官の手元、ファイルに挟まれた一枚の顔写真に、静かにライトが当たる。彼は、子供たちの間で、優しいお兄さん、と呼ばれていた。練習が終わった後、水を配った。
荷物を運んだ。泣いている子がいれば、そっと声をかけた。保護者からの信頼も高かった。あの人がいるから安心、という親さえいた。しかし、捜査が進むにつれ、彼の役割の輪郭が少しずつ変わっていった。彼は、子供たちとコーチの橋渡し役だった。特定の子供を、特定の時間に、特定の場所へ、それを自然に、違和感なく誘導していた。保護者に怪しまれないよう、言葉を選んで、笑顔を崩さずに、被害を受けた子供の一人は、後にこう語っている。最初に声をかけてきたのは、コーチじゃなかった。その言葉が、全ての構造を変えた。これは、一人の加害者による犯罪ではなかった。もう一人が、そこにいた、子供たちの信頼を、最も近い場所で、最も静かに、利用し続けた人物が、なぜ、誰も気づかなかったのか。それは、彼が、善意の人、に見えていたからではない。彼が、善意の人、として、徹底的に振る舞い続けていたからだ。そして、この二人が共に動いていたとき、事件は、最も暗い局面を迎えることになる。二人が、いた。一人は、コーチとして、もう一人は、その影として、シドニーの体操教室には、子供たちの笑顔と、静かな闇が、長い年月をかけて積み重なっていた。2026年3月、警察の捜査が進むにつれ、捜査官たちはある事実に直面した。被害を受けた36人の子供たちの証言が、一人の人物を指し示すだけではなかったのだ。もう一人の名前が、繰り返し、静かに、浮かび上がっていた。その人物は、保護者からも信頼されていた。子供たちに対しても、常に穏やかだった。問題が起きそうになるたびに、率先して場を収め、親たちの不安を和らげる言葉をかけた。あの先生がいるから、安心できる。そう言っていた保護者が、一人ではなかった。しかし、捜査記録を精査した刑事たちは、ある恐ろしい事実に気づいた。この人物が、場を収めた、タイミングが、常にある特定の場面と重なっていたのだ。子供が、何かを話しかけようとしたとき、保護者が、何かを問い詰めようとしたとき、その度に、この人物は、まるで偶然のように、その場に現れた。偶然ではなかった。5年前の日記に、こんな記述が残っていた。先生に話そうとしたら、もう一人の先生が来て、話しかけられた。なんだか、言えなくなってしまった。あの子供は、当時、何かを感じ取っていた。それでも、言葉にできなかった。なぜなら、その場に現れた人物が、あまりにも、信頼できる人、として見えていたからだ。これが、構造だった。一人が、子供たちに近づく。もう一人が、声を封じる。被害は、この2層の沈黙の中で、9年間、守られ続けた。捜査官が後に語った言葉が、残っている。この事件で最も恐ろしいのは、加害者の行為そのものではない。その行為が、これほど長く続いた理由だ。誰かが、気づいていた。しかし、止められなかった。止めようとするたびに、何かが、その言葉を飲み込ませた。善意の仮面は、悪意よりも深く、人の目を曇らせる。次回、この事件は、ついに終わりを迎える。しかし、終わりが明らかにするのは、解決ではなく、問いだった。2026年3月、シドニー地方裁判所は正式な起訴状を受理した。被告人の名は、コーチとして長年この地域で活動してきた一人の男だった。罪状は36件。被害者は全員、かつての教え子たちだった。裁判は非公開で進められた。被害者のプライバシーを守るためだった。しかし、その静けさの中で、外の世界は少しずつ、この事件の全体像を知ることになった。判決が下ったのは、2026年5月の初旬だった。懲役23年、仮釈放なし。法廷で読み上げられた数字は、重く、冷たく、空気に溶けていった。しかし、傍聴席にいた保護者たちの顔に、安堵はなかった。ある母親はこう語った。判決が出ても、娘が受けたものは消えない。数字では、測れない。その言葉は短く、しかし、誰よりも深く、この事件の本質を突いていた。捜査記録には、一つの事実が記されていた。最初に異変を感じた保護者が存在したのは、2021年だった。つまり、5年前だ。しかし、その声は、届かなかった。あるいは、届いていても、
動かなかった。なぜか、それが、この事件に残された最大の問いだった。体操教室は、信頼の場だった。コーチは、礼儀正しく、熱心で、子供たちに慕われていた。保護者たちは、その姿を信じた。疑うことを、恐れた。疑えば、自分が間違っているように感じた。そういう空気が、確かに存在していた。専門家はこう指摘する。善意に見える関係性ほど、監視の目が外れやすい。加害者はそれを、意図的に利用する。この事件は、その構造を、あまりにも正確に体現していた。36人の子供たち、9年間、そして5年分の見逃された信号。裁判が終わっても、問いは終わらない。どこで止められたのか、誰が、もっと早く声を上げられたのか、そして、次の被害を防ぐために、何が変わらなければならないのか。判決は、終わりではなかった。それは、問いの始まりだった。残された日記と、メッセージの記録は、今も証拠として保管されている。そこに書かれた子供たちの言葉は、裁判が終わった今も、静かに、問い続けている。次回、この物語は最後の章へと入る。エピローグ、それは、事件の、その後、ではなく、私たちが今、何を問われているかの話だ。事件から、時間が流れた。2026年3月、シドニー警察の捜査によって逮捕されたコーチは、同年5月、複数の性的虐待罪で起訴された。被害を受けた子供たちは36名。そのうち、法廷で証言したのは、わずか7名だった。残りの子供たちは、今も沈黙の中にいる。コーチが指導していた体操教室は、事件発覚後すぐに閉鎖された。建物は今、別の用途で使われている。子供たちの笑い声が響いていたあの場所は、何事もなかったかのように、静かに存在している。保護者たちは、今もあの日を悔やんでいる。日記に書かれた我が子の言葉、送られてきたメッセージ。あの時、もっと早く動いていたら、その問いに、答えは出ない。しかし、一つだけ言えることがある。サインは、あった。5年前から、信号は届いていた。それを受け取れなかったのは、社会の仕組みが、子供の声よりも大人の信頼を優先してきたからだ。コーチへの信頼、組織への信頼、権威への信頼。その信頼の陰に、36人の子供たちが隠されていた。今、オーストラリアでは、スポーツ指導者に対する資格審査の厳格化が議論されている。子供が、何かおかしい、と感じたとき、安全に声を上げられる仕組みづくりも、各州で検討が始まった。だが、制度が変わるだけでは足りない。私たち一人一人が、問い直さなければならない。あの子は、本当に大丈夫なのか。信じているあの人は、本当に信頼できる人なのか。子供の言葉を、最初に受け取るのは、制度ではなく、あなただ。判決は終わった。しかし、問いは終わっていない。日記に書かれた子供たちの言葉は、今日も静かに、私たちに問い続けている。